銀色だ。おめでとう。二等賞だよ。二等賞の景品は一目惚れチョコのかけら10個だ。ちょっと待って、二等賞の景品がかけら？何のかけらって言った？景品って普通ティッシュとかドライヤーとかそんなのじゃないの？これはくじの仕様だ。仕様ってなんか嫌な響きね。この店に来るドライバーたちの目当てはほとんどが特別賞の一目惚れチョコだ。そこで特別賞以外の景品をすべて一目惚れチョコのかけらにしたんだ。かけらを1000個貯めればそのまま特別賞と交換もできる仕様だ。つまり景品は一目惚れチョコしかないってことよね。それってくじって言えるの？かけらは店内のあらゆる商品と交換できるぞ。これがその交換リストと私の経歴だ。経歴？科学研究部の紅博士？これを見せるのは理由があるんだ。続きを読んでくれたまえ。幻覚はメンテナンスセット、コア設計図アップグレードセット、人体再構築セット。どれも君にとって有益なものばかりだろう。アイギスじゃ大量生産できないから廃案となってしまったが、私なら一人で作れるぞ。あれ、この人体再構築セットってかけら一つでいいの？ああ、それは君を超強力な反シリコンベースの生き物に変えることができるんだ。実験がうまくいけばね。最近実験体が…いや、なんでもない。今実験体って言ったわよね。お金を払ってあんたの実験体にされるの？そんな危険なことできるわけないじゃない。冗談だよ。アイギスが私にそんな危険な実験をさせるわけないじゃないか。本当はただの美容セットだよ。じゃあなんで美容セットって書かないのよ。とにかく私の商品は 100% 合法なものだよ。すべて君の運命を変えることができるかもしれないいいものだ。でも君がここに来たのはこの運命を変えることができる一目惚れチョコのためだろう。続けるわよ。おめでとう。合計19個のかけらだ。何払ったのにたったの19個。お題には対応に割く私の時間分も含まれてるから相応の取引だと思うんだけどね。運が良ければ今度こそ特別賞を引けるかもしれないぞ。おめでとう。合計10個のかけらだ。大丈夫、引けなくてもかけらで交換できるし。もう10回回すわ。金色は一等賞だよ。おめでとう。合計59個のかけらだ。よし、あと30個であのチョコが。もうすぐかけらで交換できるはずよね。でもこれだけ引いて特別賞1回も出てないんだけど。
それはうんとしか言いようがないね。ここまで引けなかったのは君が2人目だよ。あと10回。申し訳ないが、君のカードにはもう残高がないみたいだね。でしょ、このカードには私が今まで貯めてきた。本当にもうないの？ああ、回した回数に応じて値段も上がっていくからね。ルールに書いてあっただろ。どこに？しゃがんでポスターの下の方にある小さい文字を読んでごらん。こんな小さな文字で。詐欺よ。この店おかしすぎるわ。当店は法律を遵守して営業してるぞ。こうなったら家のカードを。いや、さすがに。一体どうすれば。チャリサ。何のことかしら？いや、私はチャリサーとは全く関係ない人間よ。また君か、リリス。何よ、ポスターにリリスは立ち入り禁止とは書いてないでしょ。チャリサ。私はチャリサーじゃないから。とりあえずお金が必要なんでしょ。必要。すごく必要よ。なら一緒に来てちょうだい。稼ぐ方法があるの。あれ、なんか詐欺集団の手口みたいな感じが。何？よく考えたら、一人がお金を騙し取ってもう一人が私をその場から連れて出てお金を稼げる方法があるとか誘ってくるのって、私をあんたたちの ATM にする気でしょ。落ち着きなさい、チャリサ。一人称が私に戻ってるよ。もう隠さなくてもいいの？違うわ。私はチャリサーじゃないって言ってるでしょ。それで、そのお金を稼ぐ方法って何なの？結局聞くのね。最初からそうすればいいのに。もううるさいわね。スカリー、出てきて。はあ、従者よ。影の国の女王を呼ぶとは一体何事じゃ。いた。自分で話しなさい。今ちょっと懐が寂しくてな。今回は何をやらかしてお金がないの？言わないとダメか？あなたは詐欺の被害者ではあるけど、毅然とした態度を取らなかったあなたにも問題があるの。そう、つまりそういうことじゃ。そういうことって？今汝が言ったではないか。あなたの口からはまだ聞いてないよ。言わんとダメか？わらわの口から言わんとダメなのか？わざわざ知り合いの前で言わんとダメなのか？大丈夫。彼女は知り合いじゃない。謎の客よ。私のこと？そうよ。私は謎の客よ。わらわは謎の客であるぞ。明らかにチャリサーじゃろ。自分のことをわらわなんて言ってわらわを使っていいのはわらわだけじゃぞ。
何バカなことを。私はただの謎の客だってば。で、なんでお金がないの？言わんとダメか？わらわの口から言わんとダメなのか？わざわざチャリサーの前で言わんとダメなのか？私はチャリサーじゃないって言ってるでしょ。言いなさい。無駄にお金を使い込んでしまったのじゃ。これを教訓に二度と無駄遣いしないことね。ちなみに今度また無駄遣いしたら？また無駄遣いする前提で聞かないでちょうだい。また無駄遣いしたらどうなるのじゃ？ナビゲーターの前でやらかしたことを洗いざらい白状してもらおうかな。リリスの悪魔！わらわの気持ちも少しは考えてくれ。だからちゃんと覚えておきなさい。また同じことをやらかさないように。それでお金を稼ぐ方法って具体的には？聞いた通り私たちもお金が必要なの。だから目的は同じよ。私たちの計画は最小人数の3人編成で現在の討伐任務をこなすこと。大規模な現在災害を解決すれば悪くない金額の報酬を得られるはず。報酬のために現在はちょっと引っかかるけど。自信ない？現在の雑魚どもを蹴散らすだけでしょ。何も難しいことないわ。なら OK ね。ただ私たちの構成だと危険レベル4以下の任務しか受注できない。でもナビゲーターがいればより難度の高い任務を受注できるはず。ナビゲーター？恥ずかしいの？そういうわけじゃないけど。それじゃあ決まりね。リリスはほんと頼りになるな。さっきまで私を悪魔呼ばわりしてたよね。それにこれはあなた自身で解決するべき問題なのに結局私に解決策を考えさせるなんて。戦闘は頑張るってば。それで謎のお客さん、あなたも問題ないよね？ええ、問題ないわ。それじゃあ協力し合うんだし、誠意として正体を明かしてあげるわ。とっくにバレてるよ。あたしこそがダニウム特別連合部隊のチャリサーよ。驚いたでしょ。まさかチャリサーだったとは、これは驚いたのじゃ。意外だったでしょ。スカディ、あなたとっくに分かってたでしょ。いやー、なんかそういう反応した方がいいかと。みんなもわらわに合わせてくれたりしてたではないか。じゃあそういうことで作戦の日程が決まったら連絡してちょうだい。ええ、スカディはナビゲーターに連絡して私たちをナビゲートしてくれるよう頼んでおいて。任せるがいい。はあ、一目惚れチョコのためにまさか2人もドライバーが来るとはね。ドライバーの中にあんなバカがいたとは。この世にそんなものが存在するはずないだろう。はあ、どうにかしないとな。これでチョコが手に入るな。ナビゲーターにその怪しいチョコレートを渡すつもりじゃないでしょうね。さっきも言ったじゃろ。わらわはただ他の人に取られないように念のため。紅博士のところにあるチョコレートは一つだけじゃないよ。商品リストを見てないの？なん
じゃと？リストには何の数字も書かれてなかったし、数量制限があるわけでもなさそうね。ほんとじゃ、なんてこった。それじゃあわらわが今までやってきたことに何の意味もないではないか。まあその一目惚れチョコってやつが偽物であることを祈るしかないね。リリス、わらわと一緒にバレンタインパーティーに行ってくれるか？バレンタインってパーティーをやるほど特別な日なの？毎年やっているぞ。ほら、ドライバーって交際禁止じゃろ。だからバレンタインはみんなにとって特別な日なのじゃ。そう。でも交際禁止って言ってもそのルールを破ろうとしてる人結構いる気がするけど。なんでわらわを見つめるのじゃ？ナビゲーターは例外なのじゃ。それに交際せずに結婚すればそのルールに引っかからないじゃろ。そんなルールの抜け穴をかいくぐるようなことしないでちょうだい。それで一緒にパーティーに行ってくれるのか？今までは通感覚のせいでずっと行けなかったが、今年は薬もあるし大丈夫じゃないか？行かない。ええー